手芸用の保冷シートを使った巾着型のお弁当袋の作り方です。内側はこのように巾着の部分は普通の布になっていて、下が保冷シートになっています。内側に返し口を作らずに上を返し口にしてすっきり仕上げています。こちらが M サイズで、こちらが L サイズです。今回はこちらの M サイズを作ります。使っている生地は、こちらは表が薄手のコットンで、こちらはナイロン生地を使いました。裏生地は手芸用の本シートです。今回はデコレクションズさんのシートを使っています。綺麗な色で使いやすい素材でした。材料はこちらです。表布が2枚と裏布は手芸用の本シートが2枚です。あと紐を用意します。表布を出来上がりの向きに置きます。方向があるときはこのように置いて、上に裏布を重ねます。表同士が合うように重ねて、上端を1センチの縫い代で縫います。もう1枚は返し口をつけたいので、真ん中あたりに10センチの返し口をつけて縫います。縫うときは表布を上にします。手芸用の保温シートの裏はこのように綿がついていて縫いにくいので、さらりとした表布の裏を上にします。1枚は端から端まで1センチの縫い代で縫います。もう1枚は真ん中あたりに10センチの返し口を作ります。3分の1ぐらい縫ったら、返し縫いをして10センチ開けます。開いて縫い代は保温シート側に倒します。縫い目から5センチ下に線を引きます。ちょうど5センチ定規を使うと簡単に印がつけられます。少し向こう側に押すような感じで印をつけます。もう1枚も同じようにつけます。表同士裏同士を合わせて留めます。縫い代は保温シート側に倒して留めます。表側に紐通し口の印をつけます。縫い目から7センチに印をつけます。縫い目のところから7センチ、印から3センチのところにも印をつけます。ここが紐通し口になります。反対側にも同じように印をつけます。紐通し口を開けて1センチの縫い代で縫います。
表布だけ縫い代を開いてアイロンを当てます。当てるときは保温シートに当たらないように注意します。この紐通し口のところだけ反対側に折ってしっかりとアイロンを当てておきます。そこに10センチのまちを作ります。5センチ5センチの四角を描いて斜め線をつけるときれいにまちが作れます。ここを縫います。裏布は外から見えないので普通にこのように開いて真ん中から5センチずつ10センチ縫います。裏も表もまちを作ったら縫い代を1センチ残して切り取ります。返し口のところから表に返します。裏布を中に入れます。返し口のところから手を入れて表布の角のところをきれいに出します。最初につけたこの5センチの線で折ってクリップで留めます。紐通し口が開いているか確認して、この切り替えのところも返し口から手を入れて左右に縫い代を開きます。待ち針で留めておきます。間も縫い代が下になるようにして縦に待ち針で留めておきます。先は手に刺さりやすいので少し内側に入れておきます。返し口のところも留めます。ちょっとクリップをずらして上から5センチに印をつけると折り込みやすくなります。保温シートの端を1周縫います。
上端にアイロンを当てます。保温シートに当たらないように注意します。上端から2センチのところを1周縫います。紐を通して出来上がりです。紐の長さはこの上の横幅 ×2 足す15から20センチです。太い紐を使うときは20センチの方が良いです。今回は75センチの細紐を用意しました。2本使います。先日紹介したセリアの紐通しを使います。これで出来上がりです。